今回紹介させていただくのは MSU のディスコフリです。マイケル・ジャクソンからインスピレーションを受けて生み出された 2023SS コレクションレディにおいてギャラクシージーンズなどとともにこのシーズンを代表するきらびやかでセンセーショナルなアイテムとして登場しました。ディスコフーディというアイテム名にふさわしくものすごい密度でぎっしりと敷き詰められたスパンコールが光り輝きます。アクセントとして使われるスパンコールには時々巡り合うかもしれませんが、こちらはポイント使いどころか全面に細かく配されておりまして、ある程度の光量があるところで着用すればまるで歩くミラーボール。バブル期にダンスホールで夜通し踊り明かした方々さえもひるませる輝きを放ちます。近くで見てみてもこのスパンコールを何色と言うべきなのかはっきりと断言する自信がないのですが、光が当たればオレンジ、そうでなければネイビー、それらの間にグリーンのようなカラーに見えることもあってとても綺麗です。レディの立ち上がりは確か2020年末、このディスコフーディの華やかな色味もぴったりなクリスマスの12月25日でした。あまりにもセンセーショナルなアイテムなのでコレクションからかなり高い感度でチェックこそしていたのですが、さすがにこれについては実物を見ずに即決する勇気はなく、年内に買いに行く機会もなかったので外れで実物を見て決めようかと思っておりましたが、気づけばどこのオンラインも完売になっていて素晴らしい服に待ったがないことを痛感いたしました。リリースから約1週間と経たずでしたが、ディスコフーディの在庫を残して年を越せた店舗さんはほとんどなかったのではないでしょうか。そして実物を見られないまま諦める予定だったのですが、ギャラクシージーンズを狙って参加したマスボーイズランドにおいて数多くの方がディスコフーディを着用されていて、実物のかっこよさに後悔の思いを強くしました。覚悟を決めて5万円近くするこの服を迷いなく購入した方々の輝きは、それはもう眩しかったものです。そこでは予定通りギャラクシージーンズを購入し、ディスコフーディとは縁がなかったのだと自らを納得させようとも試みましたが、未練タラタラでヤフオク、ラクマ、ペイペイフレマをパトロールする日が続きます。そして結局2月の上旬に出品を発見。定価から約5000円ほど高くフレネにて購入いたしました。そして手に入れたこちらのアイテム、2023SS のレディというコレクションを象徴するような存在です。まさにインスピレーション元となったマイケル・ジャクソンのステージ衣装のようなきらびやかで派手な目を引くビジュアルでありながら、そのデザインが落とし込まれているのは至ってデリな型であるパーカーという相反するエッセンスを共存させた一着です。シルエットは流行りのビッグシルエットなどではなく、むしろユニクロや無印などシンプルなブランドで惹かれているラインに近い非常にスタンダードな型なように思います。そもそも
ビッグシルエットでなくても圧倒的に目立つビジュアルですので、確かにシルエットでまで主張する必要はありませんが、あえてシンプルでスタンダードな型にすることによってもたつくことなくアウターの下にレイヤードできるようになっています。面白いアイテムを作ったぞという満足感で終わらず、スタイリングを含めた着用シーンまでしっかり考えを巡らせたこの引き算の感覚が本当に巧妙だと思います。実際に圧倒的な差し色としてインナー使いするのが本当にかっこいいです。正統派のアウターと合わせれば、そのアウターを用いたスタイリングでは想定していなかったバランス感を生み出してくれることもありますし、派手なアイテム同士で合わせると存在感がぶつかり合って逆に主張が収まるような、そんな不思議な化学反応に出会えることもあります。このあたりは理論では説明のつかない感覚的な部分ですので、そういうバランスを考えるのも楽しいですね。ちなみに見るからに不安な着心地についてですが、裏地は薄手の天竺ライナーになっておりまして、意外にも不快感はあまりありません。フードの部分はすべてしっかりスパンコールなので、かぶろうとすると少しむずがゆいですが、それでもやはり見た目ほどの着にくさは全く感じません。ただ想定通り洗濯・クリーニングは専門店に相談してくださいということですので、洗えるとは考えずに内からも外からも汚れない日にさっと着たいですね。きっと誰よりも輝けることでしょう。そんなところで MSU のディスコフーディの紹介でございました。ご視聴くださり誠にありがとうございました。